盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養泉4代目北谷隆一です。今回はですね盆栽の鉢が割れてしまった場合どうするかという、そういうテーマでやっていこうかと思います。で、本題に入るまで少しお時間ください。今の無料のメールマガジンやっておりまして、メールアドレス登録していただくと定期的にね分かりやすい文章と動画で、YouTube の内容に似たような感じになるんですけど、それが届くようになっております。はい。それで復習的な感じでまたやってもらえたらなと思います。じゃあ本題に戻ります。この隣の黒松ね、台風だったかな。なんかすごい風でちょっと棚から落ちてしまって鉢がパキンと割れてしまってるんです。その割れた場所がですねここなんですけどね、ちょっと回してみましょう。よいしょ。こんな感じでもうここバキッと割れて、もうここからねしっかり亀裂が入ってね、もう こっちももうここ多分簡単に外れると思うんですけど、はい。ただ鉢から完全に木が外れてるわけではないので、そのうちと思ってこのままつけっぱなしにしてるんですけど、結構これ何ヶ月もこの状態でね特に問題なくね生きてはおります。弱るとかもなくね。はい。でこういう時の対処法なんですけど、そうですね、真夏にね割れたとなったらできるもんならこうやってちょっとギリギリ鉢にそのまま鉢割れたまま針金で縛るとか、うちのこの子みたいにちょっとの隙間ぐらいだったらどうにかなりますよというとこで、夏場はねあんまりしっかりとした植え替えがね、不向きな時期でもあるんで、どうにかそうやって夏をやり過ごしてもらって、芽が元気だったら、秋とかになってから涼しくなってから植え替えみたいな。でその時の植え替えはしっかり根っこも取ってもらって大丈夫ですよっていう。はい。なんで夏に言われたらちょっとどうにか夏をそのままやり過ごしていい時期に、もう植え替えれる時期に言われたらもうそのまま植え替えしちゃってもいいかなと。で時期的にはそうなんですけど、タイミング的にはちょっと前に植え替えたばっかりってなったらさすがにね根を最近切ってまたしっかり根を切るっていうのはちょっと怖いんで、できたらその時はですね、これ同じような鉢があればね、ちょっとこれちょうど同じ鉢あったんですけど、これスポット抜いてそのままとりあえずスポット入れとくとかね。はい。そういう風なやり過ごし方もありかなと。もう鉢がもう粉々に砕け散ってたりしたらね、意外と鉢なしでもね根が固まってたらいけたりするんですけど、植え替えてすぐはそうはいかないんで、なるべく優しく掘り上げて優しくもう一回そろっと植え付けるみたいなね。もう砂がもうバラバラっとねまだサラサラしててね、もう元鉢が柔らかかったらもう一回きれいに植え替え、あんま根を切らずにね植え替えってなるかもわからんですけど、ちょっとごちゃごちゃっと言っちゃったあれなんですけど、今すぐに植え替えできない場合はどうにか割れた鉢でやり過ごすか、同じような鉢でやり過ごすかで、植え替える時期までそのまま管理して植え替える時期に、植え替えて間もなくの子はちょっと危ないですけど、植え替えて 2,3 年、2年以上経ってたらもうまともな植え替えすればいいかなと思います。ちょっと早速ねこの割れた鉢からとりあえず割れてない同じ鉢にスポットやってみましょうかね。こう抜いてそのまま入れるパターンね。はい。ただ針金と木がしっかりくくりつけられてないのでポロンとはね倒れちゃったりするんで取り扱いは注意ですけど、はい、ちょっとやってみますね。じゃあこれ早速ねこのくくりつけてある針金を切ってもうほとんど効いてない、
これを外したぐらいでは取れるかな。よいしょよいしょよいしょ。ああ、もうバキンといってますね、しっかりとね。こんなんでも夏からね、今もう12月なんですけど、全く問題なく生きてるっていうね。おとと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 、おお、はい。でこれ割れた鉢のね、この断面めっちゃ手切りやすいんで、こうやって手袋履いた方がいいです。はい、ちょっともう割れてるので、重た重たこの子。よいしょよいしょ、はい、こんな感じでもうパカッと、はい、無残にも割れている感じでね。でさっきも言いましたけど、この断面ね、手切りやすいんで気をつけてください。はい、必ず手袋した方がいいです。まあこれちょっと置いといて、これを止めて固定用に使ってた針金を抜いて、よいしょ。で同じ形の鉢だからスポッと1個外す。お、どうもスポッといかない多分ですけど、鉢割れててちょっとスペースがあったから、もうこの何ヶ月かで成長してるみたいですね。はい、これでは意味がないから、やっぱ、こんな感じになっちゃったらもう根をね崩して植えるしかないですね。同じ鉢、多分割ったその日にやってたらスポッといってたと思うんですけど、成長しちゃってますね、根がね。はい、じゃあまあこれはこれでどれぐらい根を落としていいか。もうこの子なんかもうちょっともう一回これ鉢から抜きますね。よいしょよいしょよいしょ。ちょっとこれ根見てもらって、もうしっかりとね、もう根びっしりなんで、そもそも植え替え時期でもあったんで、この子はもうしっかりと根も泥も落としてね、普通に植え替えたらいいかなと思います。もう芽も元気ですしね。で次はこのどれぐらいまで落としたらいいかっていうんだけ、まあよかったら参考がてら作業も含めて見てもらえたらなと思います。はい、じゃあ早速ね、この根とか用土とか、まあ余分なところを落としていくんですけど、使う道具はこちら、瓦を割るハンマーですね。ホームセンターとかで売ってますけど、これ先がこういう風に尖ってるんで、まあここは平らですけど、はい、結構力強くね、こういう大きい盆栽にはなかなか役立つ道具ですね。はいはい、盆栽用のこんな強いのあるのかな。盆栽用の手鍵とかだったらちょっと力弱くてね、時間かかるばっかなんで、うちはこういうのをやってますね。はい、じゃあ早速ちょっとこの根の取っていくとこやっていきます。もう普段通りやっていきますね。これでは植え替えが本当にしばらくしてないから根が強い。よいしょ。これすごい、これ全部根ですよこれねえ、立派に成長してこんだけ成長する分、まあ、上が元気になっていくっていうね。はい、もう一息取ります。
さあだいぶ小さくなってきたんで、ちょっとずつね丁寧な作業に切り替えですね。よいしょ。よし、これであとは根っこをね切り揃えていきますね。なるべく底は平らにね。よし、で綺麗に平らにいけたかな。だいたいこんなもんでしょう。はい、これぐらいまで取って大丈夫なんですね。はい、まあ普通の植え替えでもこれぐらい取ってもらって、で時期が良かったら、で時期が微妙だったり植え替えして間もない時だったらもう一回り大きくね、あんまり根も短く切らずに植え替えてやればいいかなと思います。はい、ちなみにこれが植え替え用の鉢にちょっと試しに入れたらどうなるかやってみましょうかね。こんな感じ、これだけ隙間ができましたというね。これが下にも用土が入るんで、ちょっとこんな感じで植えられると思います。はい、でこの隙間が次また根の伸びしろになって、この伸びていく過程で上も元気になっていくと、そんな感じでございます。はい、割れた鉢のタイミングにもよりますけど、よかったらこれぐらいまで根をしっかり切って減らしてもらって植え替えてくださいと。でそうでない時、例えば真夏とかの厳しい時期はどうにかしてね根をあんま切らずにやり過ごしてくださいという、そのあたり気をつけてもらったらなと思います。はい、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。